抜群に美味しい。皆さん、こんにちは。本日はね、タコを使ってタコのラグをご紹介しようと思います。じゃあ、愛を込めて料理を作っていきましょう。はい、まずタコからカット始めます。まあ、鮮度がいいけど、別にいいタコではない。でも、ラグだったら全然大丈夫。長く煮込むので、なんかお刺身のクオリティではなくても大丈夫です。まず、頭を落として、足1個ずつ切り分けて、で、細かくカットしましょう。まあ、一般的なイタリア人の家族でひき肉機持ってるので、ひき肉機あればひき肉機で回した方がいいけど、日本であまりその機械家で持ってない人が多いと思うので、包丁でカットしましょう。もちろんちょっと時間がかかるけど、もしかしたらもっと美味しくなるかもしれません。食感的にね。あとは、まあ一般的なイタリアのラグ、つまりボロネーゼだったら、最初にソフリットを作ってその中にミンチを入れるんですけど、タコのラグだったらソフリットせずにタコを炒めます。なぜかというと、タコの水分に臭みが結構あるので、一旦その臭み全部取り除いて、それからラグにします。タコを切り終わったら、鍋にオリエクストラベルジェネドリバだけ入れて、カットされたタコを一気に入れて、水分が完全に出るために塩をかけます。ほら、30秒しか経ってないけど、もう結構水分が出てきて、で、どんどん水分が少なくなって、で、これからちゃんとカラメリザションしてます。カラメリザションとは、うまみを引き出すことです。具体的に言うと、しっかり炒めることです。これね。これがいいな。これがうまみ。で、こんな感じになったら、白ワインを入れます。別に赤ワインでもいいけど、今日はなんとなく白ワイン。さっき鍋についてたうまみ全部取れてる。で、もう一回作る。で、もう一回白ワインを入れます。はい、どんどんもう一回うまみが入っていきます。こんな感じだったらもう一回白ワインを入れます。で、弱火にして別の鍋でソフリットを作ります。僕はね、タコのラグだったらただ、玉ねぎとセロリだけを使います。一般的なソフリットだったら玉ねぎ、人参、セロリだけど、今回は玉ねぎとセロリだけで作ります。じゃあ、特別な量はない。ただセンセーションで、玉ねぎ
みじん切りにカットして、糸玉はちょっと多いかな。そのolio extravergine d'olivaを入れて、玉ねぎ入れて弱火で炒めましょう。玉ねぎある程度炒めたらセロリを加えます。味は美味しい。臭みなどないけど、食感が今ねちょっとグミみたいなので、しっかり炒める。弱火で炒めないといけない。でも味は本当に濃い。なんかタコギョッシュみたい。タコラトゥーラ。トマトはほんの少しだけでもいい。タコの量だったら、10個ぐらいで、今日はプチトマト使うんですけど、オールトマトも全然構いません。4分の1か半分ぐらいにカットして、で別の鍋で炒めたソフィットを加えます。でもうちょっと全部炒めて、炒めるかというよりもうものは全部あらかじめ炒めたので、ただ混ぜてお出汁を入れます。プチトマトを入れる前に湯むきした方がいい。今私1個ずつ取ってるんですけど、だってあんまりなんか食感とか食べづらいので、あらかじめ湯むきした方がいいと思います。それました。で弱火にして煮込むだけです。1時間以上かかると思います。蓋してまた1時間後、1時間経ったら結構煮詰めて、ちょっとなんかシャバい気持ちがするんですけど、全然大丈夫です。こんなものだから。後でパスタのでんぷんと合わせて愛を込めてマンテカトゥラして、めちゃめちゃクリーミー状になります。で、いやもうこれ完成。ちょっと鍋がない。これちょっとタコのラゴと言ったら絶対リングイネを使いましょう。そうですね、リングイネかスパゲッティでもいいけど、リングイネ、やっぱりリングイネの方がいいかな。さっきも言いましたが、ちょっとソースがシャバいので、パスタは半分ぐらいお湯で茹でて、半分ぐらいはソースの中で茹でましょう。シャバいと言っても、失敗なわけではない。私いつもなんか結構ラグもボロネーゼも少しソースを夜く作って、パスタはいつも半分ぐらいソースと一緒に煮込みます。なぜかというと、いつもそのパスタはちゃんとソースを吸収してパスタのでんぷんが出て、もっとマンテカトゥラ完璧に仕上がります。美味しいな。もともとはマンテカトゥラをするときはタパセリを入れるつもりだったんですけど、こんなになんか足りないものはない。めちゃめちゃ美味しいこれ。なんか
ちょっと YouTube どう考えないといけない。だってこんなにどんなに美味しいパスタを作っても皆さんに食べさせることはできない。それが残念、とても残念です。なんか YouTube でなんかライブしての決まってあらかじめそのところを決まって、そこで YouTube のライブで料理を作って、その後で撮影しながら後で皆さんにご飯食べさせたいけど、まだまだ頑張らないといけない。そこまでをなるために後でその時の撮影をした時、その動画を見たら、私もあそこに行ったからその料理を食べて嘘ついてないとか、本当の美味しさを味わったとか、夢かな。あといつもなんかどうやって上手にマンテカトゥラをするというコメントをいただいてるんですけど、まあ物理的に言ったらなんか急に後ろに鍋を引っ張って、でもそれはだけじゃなくて、マンテカトゥラって言ったらちゃんとソースの入荷することです。ソースとパスタを入荷することです。それはね、練習するよりよかならない。つまり愛を込める。よかったら板パセリを入れて、少しオイルエクストラベルジネドリバ入れてマンテカトゥラしましょう。あとちなみにこの作り方、半分ぐらいソースと一緒に煮込んだら本当に入荷 しやすい。ほら、もう全然そんなにマンテカトゥラしてないけど、めちゃめちゃクリーム状になる。それはパスタのでんぷんのおかげで。おいしい。よし、盛り付けしましょう。それでは、buon appetito。抜群に美味しい。ぜひ一回試してみてください。ちょっとカメラマン、食べてみてこれ。やばい。